皆様にお知らせします。本日の森永賞は皆様のご選定様子です。今日の映像をご覧いただいています。さらには先ほど取り組みご覧いただきました熱海富士、昨日敗れて3敗となりました。さあ、そして欧勝海です。元大関の朝乃山も今場所好調、ここまで3敗です。さらには霧島も3敗。こうやって場所入りの時にそして獅司です。獅司も3敗。今日は幕内の後半で相撲を取ることになっています。こうして見ると2敗が1人、その後3敗で6人という展開になりまして、まだ3敗力士にも可能性残されていますからね。これは今日はかなり動きがありそうですね。そうですね、この3敗の力士はね、今日からの3日間でね、もう一つも落とせませんからね、あとはその青錦をね直接対決のようにいかないというのがね、これも含めて経験ですからね。やはりこの幕内に上がった力士というのはその当たりの違いに驚くって話よく聞きますからね。やっぱ雰囲気がまず違うし、慣れるしかないですよね。一生懸命それ勝って自信つけるしかないですよね。そういうのも含めて経験ですかね。さあ時間です。朝白龍と琴恵峰の対戦です。右の相四つになります。手を出していきました朝白龍。左の上手が速い。右四つ十分になりました。つって釣り出しました。朝白龍の勝ちです。琴恵峰勝ち越しを決めることはできませんでした。今日は朝白龍攻めが早かったですね。左で張って上手をさっと最後は釣り寄り風にね、出てきましたから、あれで土俵際で逆転されるのもちょっと相手からすると難しいですよね。やっぱああして土俵際、比較的2日目の取り組みの後ちょっとすぐに立ち上がれないという場面がありました。あれ腰かなんか打ったんですかね。そのようですね。今日はテーピングは今日は見えませんね。腰からお尻のあたりにテーピングを巻いていたこともありましたが、さあ時間です。過去は千代翔馬7勝、竜電の4勝です。突っ張っていきます千代翔馬。引いた竜電、左四つ右上手組み止めました。上手で振ります竜電。なかなかこの上手が切れません千代翔馬。千代翔馬右下手は伸びています。前回しを引いた竜電、形を作ってきました。最後は寄り切りました竜電の勝ち。竜電勝って6勝目です。千代翔馬大丈夫でしょうか。竜電がだんだん形作ってきましたね。そうですね、頭つけたり、先手から最後までね、常に優位に立ったのは竜電ですよね。千代翔馬もね突きっぱなしてね、なんとか距離を取ってと思ったんですけど、逆にいいね位置の回しを相手に与えましたよね、相手からしたら。これで竜電がさっき言ったようにこの身長で頭つけるんですよね。ああなったら千代翔馬もね身動き取れづらくなりますよね。この後前回しを引きました。そうですね、両前回し引いてそこから引き付けですよね。これが引き付けが甘いとね、千代翔馬コメントをいただいております。取り組みに対して、それから中継を見ながらの感想など何でも結構です。割と私たくさん読む方だと思いますので、お寄せいただければ幸いです。さあ土俵は時早友風連敗しています。今日は得意の引きが決まるでしょうか。
過去は1対1です。時疾が先に手を下ろしています。下から当てがって、おっと軍配は時疾。物言いはありません。まあ確かに攻めたのは時疾です、ちょっとね友風で引いて相手をね落ちかけたんですけど、自分で。それではリプレイで見ましょう。立ち合いから踏み込んだのは時疾。引いたところ、あそこですね、右足が内に入ったような感じでしたね。このでも友風の引きはたきっていうのはもう本当におなじみになっています。強さとか、前に出る力の強さ、出足、そういうのを磨いていけばね、四つ身はこの人しっかりしてますから。ただ立ち合いどうしても左腕でこう左回し引きに行くんだけど、胸が開くんでね、で立ち合いがちょっとそこの弱いんで、もうちょいこう肩を丸めて当たっていけばいいんじゃないかと思うんですけどね。確かに右四つの形を持っています狼雅です。翔猿は足技もあります。土俵全体を使っての相撲を取ります。さあ立ち合いです。手を出していきました翔猿、足が流れたでしょうか。狼雅の勝ち。翔猿敗れて負け越しとなりました。しまったという顔をしています。ちょっと足が流れました。落ちました。ここ前回し取りに行ったところ、それがこう翠富士です。今場所は肩すかしが一番だけ出ました。昨日ちょっと腕を決められるシーンがありました。ちょっとね正代戦ですか、あれねくの字にねこう決められて大丈夫だったんですかね。確か右の肘ですよね。そうですね。今日はテーピングも見えませんかね。いやなんか巻いてるんじゃないですか。巻いてますかね。そうですね。さあ時間です。突っ張っていく豪ノ山、押し返す突き落とし、豪ノ山の勝ち。最後ははたくような形になりました。今日は翠富士も押しましたね。そうですね。まあ豪ノ山も立ち合いね、大きい相手に当たる時みたいに思いっきり当たるんじゃなくて、立ち合いの変化なんかもね、頭にあれば思いっきりじゃなくね、ちゃんと相手の体格に合わせた当たり方してますよね。幕内の当たりの強さというのを痛感してますかね。やっぱり長谷山もねだいぶ力つけて上がってきたんですけど、今場所はね、負けでも今日入れた3日間来場所へねつなぐためにも勉強と思ってね思いっきりいく、少しでもねまたこう戻ってきた時には、ね、抵抗できるように。さあ一番でも勝ち星を挙げたい初山、先に手を下ろしました。もろ手でいきました初山、相手を突き起こす。喉輪で今度は起こしてくる金峰山、いなしました初山、上手取れない、引いた、回り込んで上手投げ、初山勝ちました。今場所2勝目を挙げました初山。いやー境川さん、動きのある相撲でしたね。突っ張ってはいるんですけど、突っ張り自体はね金峰山にさほどは効いてなかったと思うんですけど、ね、長谷山の方がねその後投げもうまく決まりましたよね。もろ手からまず相手を起こしていきました初山。突っ張ってはいくんですけど、金峰山もね相手の突きを下からねあてがいながら下がらなかったんですけど、やっぱり手数が多いのと腕の長さがやっぱり長谷山ですよね。はい。やっぱ今日は長谷山のやっぱ腕の長さ。立ち合いは正代が相手ですから、御嶽海も思い切ってこれ当たれるんじゃないですか。そうですね。正代は
右四つもろ差し軍配返っています。手をついて差し手争いは御嶽海と踏み込みますが、右から押っつける正代、回り込んだ右から押っつけ、御嶽海の勝ち。御嶽海勝ちました。踏みとどまっています。先に押したのは正代でしたが、でこう回り込んでちょっと引いてるわけじゃないんだけどもですよね。途中は当たってから押し込んだのはね、正代押し込んでいったんですけど、はい、ここ右から押っつけました。これですよね。これでも体勢が入れ替わってね、違いますからね。そうですね。しかしどっちも好調なだけにね、はい、どういう展開になるか楽しみですよね。そうですね。通常この大相撲の対戦というのは番付の近い者同士で組まれたりするわけなんですが、一概にそうとも言えないんですけど、優勝争いがこのだんだん大詰めになってきますと、番付を超えた取り組みというのが組まれます。割を崩すという言い方をされますが、さあ土俵時間です。当たっていきました。左が入りました。藤ノ川もろ差し、一度離れた、突っ張って攻め続ける、突き倒し、藤ノ川の勝ち。自分よりも大きな琴勝峰を最後押し出しました。姿勢が素晴らしいですね。立ち合いからすぐ差しに行きました。でこの後離れます。じっとしてないですもんね、じっとしたら捕まりますからね、はい、やっぱこの人、この力士3連敗がね、3人とも大型力士だったんですよ。はい、それは今日のね、琴勝峰だってどっちかというと大きい部類ですよね。そうです。盛り上がった筋肉を今叩きました。いつもの動きです。初顔合わせになります。土俵上待ったなしの声、欧勝馬とそして朝紅龍の一番です。少し離れて足の位置を決めました朝紅龍。突っかけました。個性、それから対戦相手との戦い方、いろいろあると思います。当たりました朝紅龍、いなした、足が流れました。朝紅龍の勝ち。朝紅龍勝って勝ち越しを決めました。それではリプレイで見ましょう。この辺り朝って攻め込みましたよね、これで反撃しようとしたんですけど自分の足がついていかなかったですね、はい、でもこれはやっぱり立ち合いで朝紅龍がね先手取って前に圧力、これまともに組んで胸があったらやはり体の大きな熱海富士が有利だと思います。それは何とも言えないんですけど、お互いに右四つ十分ですよね。はい、そうですね。そういう時には取った回しの位置にもよると思うんですよ。なるほど。どの位置で回しを取るかというところも注目して見ていきたいと思います。過去は阿炎の6勝、熱海富士の4勝です。優勝争いを左右する取り組み。さて秋次郎軍配を返しました。時間です。阿炎と熱海富士、さあどんな相撲になるか。前がそれない、突き落とし、熱海富士の勝ち。熱海富士3敗を守りました。少し足が流れましたか。流れましたね、はい、それだけ熱海富士がね熱海富士の当たりが重かったということだと思うんですよ。
やっぱ足が流れるとかよくねいろいろこう手をつくとかけど、それは相手の圧力があるからバランスが崩れるんですよね。はい、見ましょう。熱海富士のこの立ち合いのあたり、回しは切れたんですが、これで阿炎の足が流れてしまいました。阿炎は右からかち上げるような形だったんですか。かち上げみたいな感じでね、これでもう右を差し加減なんですけど、熱海富士が白野富士本日より休場。さて白野富士が左の足を痛めまして本日から休場です。今場所は金星も挙げている白野富士、残念ながら休場です。なんかねもったいないですね。そうですね。今日は大野勝との対戦が組まれていましたが、大野勝が不戦勝です。これで7勝目を挙げました大野勝、勝ち名乗りを受けます。白野富士は残念ながらこれで負け越しが決まってしまいました。今も話したようにその大きい体で一つ頭でいくことによってね、なんていうんですか、相手に回しを取らせない、差させない、やっぱりみんな相撲の上手い人間が多いですから、立ち合いも含めて、はい、それは獅子がねやっぱり一番懸念しているのは、もうできる限り多くの人に味わっていただきたいです。さて後半の土俵を見ましょう。美ノ海と若隆景の対戦でスタートいたします。今日後半の取り組みです。過去は若隆景6勝、美ノ海の2勝です。喧嘩四つの両者、差し手争い、右四つになりました。若隆景の形です。右下手引いた、切れました。若隆景が出る、引いた、はたき込み、若隆景の勝ち。土俵上転がりました美ノ海です。立ち合いから右四つの形を作りました。右差しに行きましたね、若隆景。このとこやっぱ強くなってるんでね、簡単に若隆景の一方的な相撲にはなりませんよね。そうですね。ここで右四つ、美ノ海というのは左の回し取ったらこう頭つけたり出し投げたりうまいんですけど、今日はそれは当然若隆景も頭に入ってるし、ね、そこを左を取らさないようにね、ほんで右を差してきてるところをこうつけて今回し切りましたよね。こういうところにやっぱ若隆景の相撲のうまさ、やっぱり今日は内容的にはどっちもいい相撲だと。なかなかこの立ち合いもまともに当たれないと言いますかね。そうですね、低いですよね。はい。それからよく動きます。2人ともすでに負け越しは決まっていますが、来場所に向けて白星を一つでも重ねていきたいところです。共に三役の経験があります。隆の勝は優勝争いも経験しております。さあ時間です。過去隆の勝7勝、宇良の6勝です。起こしていく隆の勝、叩き込み、1回転、隆の勝勝ちました。今日は押しからのはたきが決まりました。引き落としたんですけど、隆の勝はこの低い裏を起こそうとしました。そうですね。しかし裏がやっぱりどうしても中に入ろうとするんでね、さあ立ち合いです。大栄翔得意の突っ張り、捕まえたい吉野富士、はたいた巻き込み、大栄翔の勝ち。
吉野富士は7敗目となってしまいました。決まりました。これはもう大栄翔らしい相撲でした。やっぱり相手を起こしてるからこそはたきが決まりますか。そうですね、やっぱり突き合いになるとね、やっぱり足を欲しがるんじゃなく、攻めて相手の懐に入ってね、やっぱ身長差もあるしね、はい、やっぱそれは昨日は平戸海からすると、まあまあいい動きの中で相撲取れたんじゃないですか。じゃあ昨日の相撲内容に関してはこれはもう問題ないと。いや、もっと詰めをね、まあそれは相手も実力があるんでね、土俵際足があらっと思ったんですけど、後ほどじゃあまた出てましたね、若元春が。一山本もろ手でいって押し出しました。今日は一気の相撲です。一山本の勝ち。押し相撲同士、勝負をあっけなくつきました。今日は一山本が攻めました。けど腕がよく伸びましたね。これもろ手でいきました。からの突きですね。これでも下がりましたよね。で皆さん家でね、テレビを見る機会が多いと思うんでね、はい、応援されてるんじゃないでしょうかね。だと思います。アベマをご覧になっている方もたくさんいらっしゃると思います。若元春は7敗してますからもう後がありません。昨日は平戸海に敗れました。左四つ、引きつけて出る、寄り切りました。若元春の勝ち。欧勝海は4敗に後退です。左の相四つでしたが、やはりこの左四つ、若元春が先に攻めました。境川さんいかがでした？いや、もう一度見ましょ左を差して、それから右はもうパッと引いたんですよね。これで下手を切るとこなんかがうまいですよね。そうですね、腰を振って。おかげさんでいろんなとこどこ行ってもお客さんねたくさん入っていただいてね、力士たちもやりがいがあったんじゃないですか。特に九州出身、長崎出身の平戸海なんかは大きな歓声を受けていたんじゃないですか。そうですね。過去は王鵬の5勝、そして平戸海の8勝です。勝ち越しをすでに決めています平戸海。王鵬は昨日負けて負け越しが決まりました。中に入った平戸海、速い攻め、もろ出し、出る、残す王鵬、寄り切りました。平戸海の勝ち。昨日に続いて素早く中に入りました平戸海の攻め。いや、境川さん、今日も良かったんじゃないですか。そうですね、立ち合いしっかり当たってますからね。相手が相手もやっぱ早く攻めないと体力差ありますからね。確かにそうです。相手は大きいですから。長引くとどうしてもね体力的にやっぱ先にへばっちゃうんで、攻め続けたのが良かったんじゃないですかね。はい、王鵬は粘りを見せましたけど、やはりさらに何か面白くなりそうです。面白くしてもらいたい気持ちもあるしね、高安にも頑張ってもらいたいしですね。確かに高安も勝ち越しがかかっています。7勝5敗です。勝てば勝ち越しです。高安にとっても今場所は18場所ぶりの関脇です。関脇の地位を守るには、さて待ったなしの声です。およそ5年ぶりの対戦ということになりました。さあ、軍配返っています。朝乃山と高安の一番。当たった。左四つ、高安の形。巻き替える朝乃山。もろ出し、小手投げ。高安の勝ち。朝乃山4敗に後退。
高安は勝ち越しを決めました。立ち合い右四つになることはできませんでした。立ち合いからね、高安の当たりの方がね、やっぱ重かったですね。ちょっとその後ちょっと突き放して後退させましたけど、高安の今日はもう本当に気合いの入ったいい相撲だと思います。この辺りで少し朝乃山が後ろに動きました。やっぱ差し方っていうのはね、これで2本入ったけども、すでに土俵際まで追い込まれたしね、番付は当然尊重はしますけど、腹の中ではね、今に見とけという気持ちは持ってないといかんしですね。そうなんです。時々そういうのがこう対戦で見えるのがまたね、大事なことですよね。面白いもんです。敬意はね表してもやっぱり腹の中ではね、土俵の上ではね、それはもう勝負ですから。さあそれでは時間です。霧島と獅司の対戦、初顔合わせになります。大関経験者の霧島、まわしにこだわらない獅司。呼吸はいません。なかなかいませんね。なんとか合わせて立ってもらいたいですね。3度目です。今度は成立。もろ差し、形を作って寄り切りました。霧島の勝ち。霧島3敗を守りました。ちょっと今日は獅司は消極的でしたかね。やっぱりこれがね、霧島がやっぱり実力あるだけに獅司としても押せませんでしたね。これでやっぱり自分の形にはさせません。やっぱり霧島あたりはこう右入ったらもう同時にもうかいな返しながら出ていきましたよね。右を差して、これですね。ああなるといくら大きな獅司。ただ場所中ちょっと気にするような動きも少しありました。それはいっぺんには治りませんよね。違和感を抱えているのはこれはしょうがないでしょう。どの力士もやっぱ古傷っていうのはね、自分ではそういう仕草素振りをねしたくなくてもついつい体出ちゃうんですよね。そうですか。それからこの危ない場面もあるんですけど、ちゃんとこの勝負をものにしているというところが、やっぱ懐の深さ、相手がね、相手からするといったと思っても懐の深さで残されるね、そういう勝ち方もありますよね。そうですね。本来はね、自分では前に持っていってね、やっぱり攻めて勝ちたいというのが本音ですけど、しかし勝ち方もね、そういう、ね、逆転勝ちにからそこからまたこう調子を上げていくのも相撲ですからね。15日間やはりいろんな波があります。土俵上待ったなしです。過去は琴櫻の5勝、大の里の7勝です。4敗同士の対戦。左の上手、琴櫻抱えて出る大野里、右の上手引きつけて寄り切りました。大野里の勝ち。勝って9勝目。場内はこの騒ぎです。今日はじっくり攻めました。しかし立ち合いはね、琴櫻がね、前回しを引いてね、いい形を作り、ここの琴櫻左です。ここでも引っかかってますからね。でここから大野里慌てませんでした。慌てませんでしたね。ここで琴櫻も先に攻めたかったですよね。最後はね、自分の不得意の左四つだったんですけど、去年も、横綱に昇進して、そして優勝がまだありません。去年の11月もそのチャンスあったんですけど、目の前にいる青錦にそのチャンスを、奪われてしまいました。だから先場所の負けとかね、ここのとこ青錦に勝ってないのがね、やっぱり闘争心に火をつけてるんでしょうね。さあ制限時間いっぱいです。
豊昇龍頑張れ、青錦頑張れ、頼むぞ。もう視聴者の皆さんの応援も真っ二つに割れています。豊昇龍頑張れ、豊昇龍、青錦。さあ過去4回の対戦すべて青錦が勝っています。横綱の意地を見せたい豊昇龍。さあ立ち合いです。左から押っつけ、右のど輪、もろ差し、覗いている横綱、手繰る、突き起こす青錦、頭をつけている、低い姿勢崩れない、右を差している横綱、青錦の勝ち。豊昇龍敗れました。またしても青錦に勝てませんでした。青錦が優勝争い先頭変わりません。うわ境川さん、はい、やはり頭をつける低い姿勢が崩れませんね。ですね。豊昇龍としてもなんとかね起こしてね出たかったんですけど起きませんよね。まあ本当に青錦の強さというかね、やっぱりもう一度振り返りましょう。立ち合いは横綱右が覗きました。しかし左からしっかり押っつけてるんですよね、青錦が。で低い姿勢、これでのど輪で起こしに行きましたよね。ここも一つの今日の勝因じゃないですか。でここで左から上手だけ、あそこで上手取ってからね、このパッと出し流れになりました。いや豊昇龍も何とかしようとしたんですが、どんどんこう攻めたかったんですけど、なんせ、ね、豊昇龍がいくら攻めようとしても青錦はね体勢崩さないもんですから、豊昇龍としても攻めづらそうでしたね。そうでしたね。さて上戸によります弓取式をご覧いただいています。今場所から弓取式を務めています上戸です。今日は境川親方をお迎えしていますが、境川さんと同じく長崎県の出身です、はい、去年の夏の巡業あたりからこの弓取りをやるようになったと聞いています。そうですね。巡業の時も弓取り本場所の前にやっぱ巡業でね、はい、練習して鳴らすんですけど、まあ器用ですよね。妙義龍の引退相撲でも弓取りやったそうですね。はい、まあ本当にそうして離れすることでね、いざ本番でね失敗することなくやれるわけですから、はい、やっぱり準備が大事だってことですよ、何でもね。今日の結論出ましたね。物事やはり準備が非常に